こんにちは、アルチチャンネルです。今回は命継ぎの海。著者は立松和平さん。もうお亡くなりになっていますが、たくさんの小説を残しています。自然の大切さを訴えかける素敵な本です。早速見ていきましょう。命継ぎの海。北海道知床の海には、私は1年を通して10回近く行きますが、今年紋別で見たオホーツクの流氷は見事でした。しかし残念ながら勢いが良かったのは一時のことで、数日で岸を離れて普通の海になってしまいました。あの辺り一帯は元来豊かな漁業地帯で、昔漁師たちは流氷を憎んでいたんですね。流氷が来ると船を丘に上げなくてはならないし、大変な作業なわけです。万一流氷に巻き込まれでもしたら大事故になります。それで流氷なんてとんでもない、仕事を取り上げてと思っていたんです。ところが最近は全然様子が変わってきました。流氷が来ないと漁ができないという発想になってきたんです。それは漁獲に流氷が大きな役割を果たしているということが分かってきたからですね。海氷というのは海面がマイナス 1.7 度くらいでできるそうです。強い風が吹きつけてどんどん気温が下がると、海水のうちの真水の部分が凍っていくんです。どうしてそういうことが起こるかというと、オホーツクの海にはロシアと中国東北部との国境を流れるアムール川の水が流れ込んでいます。大量の真水が入ると、海面から50メートルくらいの深さまでは塩分の濃度が薄くなります。そのために海水も凍りやすいということです。その氷がずっと南下してきて、北海道のオホーツク海一帯に押し寄せてくるわけです。あの辺り一帯は海が凍る南限なんですね。なぜ流氷が漁獲に必要かというと、海の食物連鎖に大きく関わる生態系を形作っているからです。流氷の中には食物プランクトンである珪藻が閉じ込められていて、春になって流氷が溶けると水中に出てくる。するとその食物プランクトンを餌にする動物プランクトンが大量に発生し、さらにそれを食べる魚がたくさん集まってくるというわけです。例えばスケソウダラは知床半島の太平洋側にあるラオスの海に流氷とともに産卵にやってきます。卵は海中を漂って、やがて孵化して稚魚になる頃に海水も溶けて動物プランクトンがたくさん発生する。カラフトマスや鮭の稚魚も大きくなって海へ出て行こうとする時期に、餌になる動物プランクトンが大量に発生しています。非常にうまくできているわけです。以前流氷の下に潜ったことがありますが、あの下には本当にびっくりするような生物がたくさんいます。クリオネといって、別名オホーツクの天使と言われているものが一番有名ですが、私には名前のわからないような生物がいっぱいいるんです。流氷が来るとすべての波が吸収されて、その下は安定した空間となって、いろんな生物の宝庫になるわけです。それに冬のオホーツク海は相当な波しぶきが上がるのです。波しぶきが上がると空中で水分が蒸発して塩分だけが残り、それが陸の畑などに降ると塩害を起こしてしまいます。しかし流氷によって波が吸収されているため、畑や森林まで保護されているわけです。このように流氷の働きがだんだん分かってきたのです。昆布漁にしても同じことです。流氷が来ないといい昆布も育ちません。海中には昆布の他にも普通の草原のようにいろんな海藻が生えています。人間が昆布だけを取るわけです。そうすると昆布はだんだん弱ってきてしまう。しかし流氷がやってきて他の海藻も全部やっつけてしまうものだから、昆布も他の海藻も同じ条件になってまた良い昆布が育つ。つまり
流氷が海の底の畑を耕しているというわけです。実に無駄がないですよね。自然の見え方というのは人の考え方によってもどんどん変わっていくのです。自然には無駄がなく、あらゆるものが何らかの役割を果たしています。流氷が来ているときは人間は海に出られません。流氷の期間、海はすべての生物の天敵である人間から生物の育成を守り、ゆっくりと生命力を回復していくんですね。紋別から知床へ行く途中に、常呂町というホタテ漁で有名なところがあります。ここの漁業組合の婦人部が中心になって、魚を守るために植林をして森に育て、川を蘇らせようという実に壮大な計画を十数年前から実行しています。今、ようやく効果が出始めているんです。この人たちは、人はどのようにして生きているのか、自然はどう成り立っているのかをよく理解しているのです。自然には全く無駄がないと言いましたが、どこかしらが壊れれば、必ずどこかにその影響が出る。木を切りすぎれば、水が悪くなって川に影響が出る。こういうことが人間にとって無関係であるはずがありません。海だけ、山だけと切り離しては考えられません。山がすべての根本で、海の始まりです。その間に大事な川があり、海をつないでいるわけです。日本の南の海に散らばる島々には、ずーっとサンゴ礁があります。南から流れてくる黒潮によってサンゴ礁が形成されていて、沖縄の海は本当に綺麗ですね。サンゴ礁は自然に対して大きな役割を果たしているんです。太陽が照っている時にサンゴ礁に行ってみると、細かい気泡がたくさん出ています。サンゴが炭酸ガスを吸って酸素を出しているということを聞いたことがあります。熱帯雨林などの森林と同じ働きをしていて、空気を浄化しているわけです。だからサンゴ礁に行くと空気が良くて気持ちがいいですよね。サンゴ礁が育つのは主に浅い海です。そこにはいろんな生物がいて、ちょうど流氷の下と同じで、外界の強い力を消して波を吸収するんです。浅い入り組んだ迷路のようなところは命のゆりかごです。ところで、石垣島では赤土の被害がひどいです。山や畑の泥が大量に海に運ばれてしまう。それでサンゴに泥がついて窒息して死んでしまうんですね。島の中で行われているいろんな工事や農地改良など人の営みが大きく影響しているのですが、ひどい状態になっています。そうした中で、青サンゴで有名な白穂の海は、ワタンジーのおかげで奇跡的に残っています。ワタンジーというのは、岸辺とリーフの間がリーフの先まで堤防のようになっていて、サンゴ礁が小さなユニットのようになっているんです。だから、両側の海に赤土が流れてきてサンゴが死んでも、今のところ白穂の一部だけは残っているんです。白穂の青サンゴの大きなものは鎌倉時代から生きていると言われています。白穂の海には命継ぎの海といういい言葉があります。人間は寛容の心が薄くてすぐにいがみ合うでしょう。自分が一番大切で自分より愛しいものが見出せないというところがあります。生老病死という言葉がありますが、人には避けられない4つの苦しみと憂いがあって、先に何が起こるかわからないという意味です。ところが、海へ行けばいつも食べ物があって、人はいつでも生きられたわけです。それが本来の海の姿で、それを先人は命継ぎの海と言って大切にしたのでしょう。
今は大きな人工物を作り、収益を上げようとして、無理に働きかけ、海が本来持っている力を壊そうとしていますね。海と心して付き合えば、海は永遠に人を生かしてくれる。そういう生き方があるはずです。紅葉の山を前に無常を知る。山の木の葉が赤や黄色に染まる前、奥日光の中禅寺湖では水中で紅葉が始まる。ヒメマスが産卵期を迎え、紺銀色で体を真っ赤に染めているのだ。異性を引きつけるために派手な装いをするのはオスの方である。メスは体の中にすでに卵があるのだから、自分の遺伝子を未来につなぐための戦いは、主にオスの側のものである。酒科の魚であるヒメマスは、海に行くと紅鮭になる。陸封されても祖先の記憶を失わず、生まれ故郷の沢に帰って産卵をする。そこは危険に満ちたところで、敵に絶えず狙われる。こうして水中の紅葉が進むとともに山の樹木も紅葉する。全山近州の山を見ていると、水中の営みとともに生と死との境界にあることを感じる。ヒメマスのオスがあんなにも美しく体を染めるのは、これが最後の旅であると覚悟をし、死での旅のための死に化粧をしているのだ。せめて美しく最後のその身を装うというのである。山の樹木も同じである。夏の盛りを過ぎ、秋の訪れとともに命は日に日に細っていき、やがて間違いなく冬を迎える。恐ろしい雪の下で樹木は命の営みを休止して仮死状態になるのである。死の直前、その身を華麗に装うために葉を精一杯に染めるのだ。紅葉のあの色づきは死での旅路のあで姿なのである。あだやおろそかであんなにも派手な装いをしているのではない。ここから先は死で引き返すことのできない旅への一歩を踏み出す。最後の精一杯の装いなのだ。紅葉の山に入り、自分の死を感じる。死は孤独で寂しいのではない。すべての山を染めるほどに派手やかで最後の力に満ち、人を感動させずには置かない。光り輝いていた木の葉も、やがて一枚また一枚と散っていき、横に流れたり空に渦巻いたり、少しは意地も見せるものの確実に散っていく。死は逃れることはできないものなのだから、せめて最後は美しく舞うように散りたいものである。秋は思索の時である。死について考えれば、誰でも哲学者になり、宗教家にもなる。秋の紅葉の山に入ると、酒を飲んでもそうそう酔うことができず、飲めば飲むほど覚醒してくるような感じさえある。紅葉の山を前にして、人は無常というこの世の定めを知る。無常も澄んだ美しさに満ち、良いものである。山や海に出ることの多い私は、日本の山河が激しく荒廃しているありさまに愕然とすることが多い。清らかな水の流れる川にもう一度行ってみると、コンクリートが岸にも底にも張ってある。砂浜にはコンクリートのテトラポットが並べられ、海岸にはコンクリート堤防とともに立派な道路が建設されている。それぞれの言い分はあるのだろうが、あまりにも大胆に風景が壊されている。風景が荒廃していけば、当然人の精神にも影響が出る。
そのあたりに住んでいる生物にも悪影響はあるはずで、当然のことながら魚や山菜は取れなくなっている。人は自然の一部として自然の恵みによって生きている。それは改めて言うのも恥ずかしいほど自明のことではないか。自然を破壊するのは自分自身を破壊することと同じである。鎌倉時代の仏教者道元の表した正法現像に形成三色という言葉がある。谷川の音は釈迦の説法の声であり、山の姿は釈迦の姿であるという意味だ。聞こえる人には絶えず釈迦が説法する声が聞こえる。山も釈迦の姿に見えるのである。ありのままその場にある。つまり自然は真実を極め尽くしていて、本来ありのままにその場にあるということだ。これが道元のすべての認識の根本である。目の前にあるこの自然は何も隠されているわけではなく、ただそこにある。何が不足しているわけでもなく、何が有り余っているわけでもない。本来の自然は人間がどうあろうと完璧に調和していて、花は花の、鳥は鳥の真実を生きている。人間が知ろうと知るまいと、自然はそこにあるのだ。だが人間は自分が知らなければ何も存在しないのだと思いたいのである。認識しないと何もないと同じことだと考えているのだ。ここに根本的な過ちがあるのではないだろうか。仮説を立て、その仮説に矛盾がないかを論証するのが西欧的な自然科学者の態度である。論証できなければ、それはもう仕方のないものとして手を触れない。それはそれで良いのだが、人が立てた仮説によって自然を思うままに作り変えるのが自然破壊ということなのだ。曲がって流れる川はどれほどに大地を潤し、どれほど多くの命を養うであろうか。水と触れ合う岸辺の面積も広くなり、そこには植物が育ち、せっせと肥料分を体内に取り入れる。その肥料とはリンや窒素やカリで、つまりは水の汚れの元なのだ。また、土や砂の中にはバクテリアが多数住んでいて、これもリンや窒素やカリを食べて水の中から汚染物質を取り除く。川そのものが水の浄化装置なのである。流れれば流れるほど水はきれいになるのだ。川が曲がって流れれば、それだけ水は岸辺や川底の植物や微生物と触れ合う機会が増え、浄化される。しかし、人はそこに自分の都合を言い立てる。川が曲がりくねると、水はいつまでも内陸部にとどまることになり、洪水の原因になる。だから、川をまっすぐにし、危険な水は一刻も早く下に流してしまわなければならない。ただ流すだけならば、コンクリートで三面張りにした方が管理は簡単だ。川はたくさんの命を養う命そのものなのだという発想がそこにはない。川はただの水の通り道で、もっと言えばドブなのだろうか。決してそんなことはない。川一本でさえ人間の認識力が届かない真理そのものなのである。山も水も共に本来その場にありのままにあって真実を極め尽くしている。中世の思想家道元はそのように考えた。自然への畏敬を私たちも今ここに取り戻さなければならない。